んにちは、もずくです。今回の動画はコペマートと夢見交換に向けて島民たちのお部屋をレイアウトしていきます。今回は10人いるうちのスナイル、バニラ、ベーグルの3人のお部屋を順番に作っていきます。それではどうぞ。まず最初はスナイルのお部屋から作っていきます。スナイルのお家は島の入り口を出てすぐの場所にあるんですけど、この辺りは海や川が近くて漁業が盛んな場所になっているので、スナイルのお家は漁師さんのお家っぽくしていきます。まずはこのすごく生活しづらそうなお部屋を片付けて、早速レイアウトしていきます。私の中で漁師さんが住むお家のイメージは素朴な感じで過ごしてそうなので、壁紙はランダムストーンの壁、床は乾板の床、アクセントウォールにアンティークレンガの壁を使います。素朴な暮らしっぽくしたかったので、全体的に色あせてる感じのものを選びました。次は間取りを決めていきます。小さいお部屋でも壁や柱を使って立体的にしていきたいので、まず左の窓の前に仕切り壁を2枚、窓を隠すように柱を置いて、中に階段ダンスを置きます。これで2階へ上がる階段ができました。さらにラグを使ってお部屋を分けます。これでなんとなく手前と奥で2つのお部屋に分けることができたんですけど、さらに柱を置いて立体的にしていきます。次は家具を置いていきます。まず手前のスペースはカントリーなキッチンを置いてキッチンスペースにします。さらにキッチン上の収納とランプを飾ります。キッチンの手前には台としても使えそうな箱椅子と、その上にディスプレイボトルを置いておきます。右側にはお部屋の色味と雰囲気に合う家具を置いてスペースを埋めます。次はご飯を食べる場所を作りたいので、階段の前にテーブルと椅子を置いて、素朴な雰囲気を出すためにキャンドルを置いておきます。天井にはちょうど柱と柱の間にすぐのガーランドを飾って、さらに雰囲気を出します。カメラを開くとこんな感じです。さらに奥には収納や掃除用具、ベッドルームを作っていきます。まだテーブルの後ろが空いているんですけど、ここにはカーテンのパーテーションとランプを使って奥にもお部屋があるように見立たせます。さらにカーテンを開けた時にちゃんと向こうにお部屋があるように見せたいので、蓄光ウォールステッカーをマイデザインにリメイクして飾ります。ちなみにこのマイデザインは島釘で使っているグレーチングのマイデザインなんですけど、壁に貼るとなんとなく扉っぽく見えたので使ってみました。次は壁を飾っていきます。入り口の横には蓄光ウォールステッカーをドアのマイデザインにリメイクして入り口の扉っぽく見立たせます。ちなみに反対向きのドアのマイデザインがなかったので、そこは雰囲気重視で飾っています。次は手前の空間を埋めるためにつまがった袋を置いて、さらにお部屋に音楽を流すためのオルゴールを置きます。最後に明かりを温かみのあるものに変えて、これでスナイルのお部屋は完成です。次はスナイルのお家から橋を渡った場所にあるバニラのお家を作っていきます。スナイルと同じく漁業が盛んな場所にあるので、バニラのお家は魚が買えて、魚を使ったちょっとした料理が食べられる場所にします。その前にバニラにお見せできるお洋服を渡しておきます。
まずは元のお部屋を片付けていきます。魚屋さんなので壁紙は白いペイントウッドの壁、床は古びたストーンタイルの床、アクセントウォールに青いメトロタイルの壁を選んで爽やかな色味にしていきます。さらに玄関をコンクリートに変えて明かりも白いライトに変えておきます。まず最初にレジカウンターの場所を決めます。今回は壁の色と合わせてブルーにしました。レジカウンターの場所が決まったので、次は家具を置いていきます。魚を扱うので、キッチンに加えてスロップシンクを置いて、つなぎには冷蔵庫を置きます。さらにお部屋に立体感を出すために窓際に仕切り壁を置きます。壁には窓にも収納にも見える丸デザインとマグネットナイフラック、タオルラック、時計、ライトを飾ります。さらに壁の上の空間を埋めるために吊り下げ案内ボードを飾って、カウンターの上には案内ボードを邪魔しない高さの蛍光灯を配置します。これでレジ周りは完成です。次は壁の後ろにスクエアなバスタブを置いて、魚が入っている生けすに見立たせます。壁にはシャワーとスマート壁掛けスポットライトを飾って、生けすについている何かしらの機械に見立たせます。さらに天井に裸電球を配置して、これでお部屋の後ろ側は完成しました。次はレジ前を作っていきます。まず、まだ魚を置いていないので、つまがた魚のコンテナにクーラーボックス、メニュー表を置きます。次は左側にイートインスペースを作ります。全体的に家具は汚れても拭き取れそうなものを使いたいので、テーブルはダイナーなカウンターテーブル、椅子はヴィンテージなスツールを使います。テーブルの上にはお部屋の雰囲気に合う魚料理の家具がなかったので、ディスプレイボトルと食べ終わった食器を置いておきます。次は天井にライトを飾ります。ライトは3つ飾りたいんですけど、そうするとテーブルの長さと合わないので、角に木箱とブリキのペール、カニが入った箱を置いてなじませます。さらに冷蔵庫の上にもカニが入った箱を置いておきます。イートインスペースから見える壁にはメニュー表と扇風機を飾ります。扇風機は空間を埋めるためと、ここにグレーの色が欲しかったので置いたんですけど、動かすとライトに当たってしまうので止めて使います。さらに空間を埋めたいけど家具を置くと通れなくなってしまう場所にはマットとマンホールを置いて空間を埋めます。天井にはシーリングファンを飾っておきます。次は壁を飾っていきます。まず冷凍庫の上にはメニューと説明が書いてある看板、収納、お客さんのボトルキープが置いてあるボトルのウォールシェルフを飾ります。入り口側の壁にはカレンダーに見立てた学習ポスター、ボトルのウォールシェルフ、お魚のドアプレートを飾ります。向かいの壁の角にはブレーカー、さらに実行ウォールステッカーを使って備え付けの冷凍庫を作ります。最後に換気扇を配置して、これでバニラの魚屋さんは完成です。次は町エリアにあるベーグルのお家をパン屋さんにしていきます。その前にベーグルにお店で着る洋服を渡します。もともとのお部屋もお店っぽい作りなんですけど、片付けて早速レイアウトしていきます。ベーグルの体の色とお家周りの雰囲気と揃えて、さらに高級感のあるパン屋さんにしたいので、床は白いペイントフローリング、
壁は白いボタニカルタイルの壁、アクセントウォールにトタンの壁を使います。玄関はコンクリート、明かりは白いライトにしておきます。まずは調理場を作っていきます。調理場の壁は仕切り壁と柱を使ってボタニカルタイルの壁に戻します。外から見えるタイプの調理場にしたいので、コンクリートの仕切りカウンターを使ってお部屋を分けます。お部屋自体が狭いので、調理場は入らない前提で作っていきます。あと、仕切り壁に壁掛けかごを飾れないので、その代わりに天蓋付きカウンターを配置します。さらに、シルバーを基調とした調理器具を置いていきます。次は、その隣にレジスペースを作っていきます。壁沿いにはカントリーのカップボードを置いて、ちょっとした雑貨が売っているように見せて、調理場と雰囲気を揃えたいので、レジを置くところはコンクリートの仕切りカウンターにします。さらに壁にはメニュー表と時計を飾ります。壁も床も白いことで、家具を置いてもメリハリがつきづらいので、床に黒いラグを敷いてメリハリをつけます。次は天井を飾ります。レジスペースと調理場、同じような雰囲気にしたいので、形が似ている裸電球と丸いシャンデリアを配置します。さらに壁には蓄光ウォールステッカーを使った収納とライト、マグネットナイフラックを飾って、これでお部屋の後ろ側は完成です。次は売り場を作っていきます。仕切りカウンターにくっつくように工作台を2つ並べて、後ろにはディスプレイボトルとクッキー瓶、手前にはパンを2つ並べます。テーブルの周りには説明が書いてある看板、スペースを埋めるためのつまげた袋を置きます。次は左側のスペースを作っていきます。まずレジ前に箱椅子と小さなメニュー表を置いて、入り口の横にも売り場を作ります。さらに入り口にはアイアン玄関マット、天井にはシーリングファンを配置します。これで床と天井は飾り終わったので、次は壁を飾っていきます。まず調理場に換気扇を配置したいんですけど、仕切り壁には換気扇を飾れない、天井にはレンジフードを配置する場所がないので、グレーにリメイクしたエアコンを壁に配置して、仕切り壁から覗くエアコンを換気扇に見立たせます。左側の壁には島のお知らせが書いてある新聞、その上にライト、収納の横にキャンドルを飾ります。同じく右側の壁にもキャンドルを飾ります。一見柱に埋もれてそうなんですけど、正面から見ると違和感なく飾れます。さらに右側の壁にメニュー表とライト、調理場の手元を照らすためのスポットライト、入り口側の壁には蓄光ウォールステッカーを窓にリメイクしたものを飾って、上に収納を飾ります。さらに反対側にはカレンダーに見立てた学習ポスターを飾って、これでベーグルのパン屋さんは完成です。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。実写チャンネルの登録もよろしくお願いします。